はい、OK です。両方取り付けました。ミッションネジついてないやん。実写とかに詳しい方、あれってなるんですけど、リーフスプリングとコイルスプリングが両方ついてるよねっていう状態にはなりますね。もしかしてこれ、リーフスプリングプラス、このショックアブソーバーのコイルスプリング抜いて、見た目はめっちゃリアルになりますね。ちょっとこれ外した方がわかりやすい。もう実写じゃん。こんにちは。リトル RC タイムの時間でございます。今回はですね、ちょっといただいていたご質問、YouTube の、コメント欄でですね、いただいていたご質問で、この青い方にもう取り付け済みなんですが、オイルダンパーですね。これ別の動画でやりましたもんね。この青い方のジムニーは、これはですね、かけらです。このかけらを見つけたんで、ちょっとなくさないように貼ってあるのが今出てきちゃいました。何でしたっけ？そうそう。このジムニーは、4リンク化してあります。で、そこに、オイルダンパーも、ちょっと見えづらいですけど、これですね。このコイルスプリングのオイルダンパーが取り付けられているんですけれども、このオイルダンパーのみをノーマルのジムニーに取り付けできますかっていうご質問をいただいていたので、このリトル RC タイムの方でライトにお答えできる内容の、ご質問かなと思いましたので、ちょっとこのリトル RC タイムの方で、やらせていただこうかなと思います。で、もう、実際にですね、これ一応、外装が全然ないんで、カスタムしてあったり、カスタム途中なのかなって感じがするかもしれないですけど、完全にノーマルの車体です。で、もう実際にここに取り付けてあるオイルダンパーをもう単純に取り外してしまって、ここにポン付けですね。ポン付けを試してみます。じゃあちょっともうやってみますね。じゃあ、作業もしやすくなりますし、見やすくもなりますので、ボディを外してしまいます。ちなみにこの茶色いジムニーもですね、前回の動画でお伝えしていた、新平磯野が送ってくれた謎のジャンクボックスにジャンクボックスって言っても、段ボール箱ですけどね。段ボール箱で送られてきたんですけど、その中に入ってました。で、なんか、足回りがとんでもないっていうか、なんていうのかな。バラバラの状態だったんでそこはちょっと手直し、軽くしてあるんですけど。あと、ボディの外装パーツが全然ついてなかったんで、ちょっともうそのまま。ただ、下回りはもうこれ完全にノーマルの状態なんで、そこは全然変わってませんので、ご安心ください。はい、取れました。で、こっちが4リンク化してあるジムニーですね。ここがコイルショック、コイルスプリングになってます。で、こっちがリーフですね。なので、こっちからショックアブソーバーを取り外す。で、この取り外したショックアブソーバーをこっちですね。こっちにつけていってみます。はい。で、ここで必要になるのがこのパーツですよね。下はこの玉がついてるんで、ここにパチンって入れればいいんですけど、上がないので、これをここに取り付けていくと。まず、フロントはもうこれだけですね。ここにこう取り付けて、で反対も同じように取り付けます。はい、OK です。両方取り付けました。で、今度リアですね。リアはちょっとそのまま入れられないですよね。
そうですね。入れられないので、ちょっと外す必要がありますね。もうここネジ4つ外して、ちょっと荒っぽいですけど、こんな感じでいっちゃいます。お、ミッションネジついてないやん。そうだそうだ。なんでもないです。ネジを。さっき軽く直したって言ってたんですけど、ネジを付け忘れてますね。はい、じゃあ、後ろですね。ここ外して、こうか。こう外して、で、ここですね。こんな感じで、マウントを取り付けます。これですね。両方取り付けました。で、もうこれ戻すだけですね。はい。じゃあ、リアも元に戻りましたと。これで、上のショックのマウント、こう、ボールですよね。ピロボール。これが4箇所、2、C とつきましたので、ここからですね、ショックをポン付けしてみようと思います。じゃあ一旦、スプリングありのまま。なので、まあ、実写とかに詳しい方、あれってなるんですけど、リーフスプリングとコイルスプリングが両方ついてるよねっていう状態にはなりますね。なので、まあ、実写では、全然っていうか、まあ、あんまりっていうか、ほとんどというか、見かけない、状態になりますけど、はい。これで、つくにはつきましたね。ただ正直、だいぶ硬いです。そりゃそうですよね。もともと1台分のリーフスプリング両方についてますから、そこにもう1台分の、スプリングが取り付けられたっていう状態になりますので、単純になんか2倍ぐらい硬くなってます。あとは、このショックアブソーバーで、伸び側、足が、こうなってたら、こっちが縮み側で、伸び側が結構抑制されてるなっていうのが今パッと見で、わかります。なんか、なんて言えばいいのかな。これがついてなかったら、足がもうちょっと伸びてるんですよ。こう、ビヨーンと。こっちじゃなくて、こっち側に。で、それが、ショックを取り付けたことでちょっとキュッと縮んだ状態に、こうショックの長さに合わせて、ちょっとキュッと縮んだ状態になってるなっていうのを感じます。じゃあ、リアを取り付けるときに、ちょっとそれを意識してもらうと、わかりやすいかもしれないです。今、これリア、足が、こんな感じですよね。で、ここに、そうだ。ちょっと今気づいた。リアもあれだ。リアは、上のピロボールだけじゃなくて下もないんだ。で、ここで謎のパーツが登場するんですよ。これですよね。これ。まあこれも見る人が見れば、この辺の形状なんかから、あの辺につくのかなっていう、ちょっと分かってる人もいたと思うんですけどね。これつけていきます。しまった。リア戻さない方が作業が楽でしたね。ここですよね。この辺につくんですよね。これ本当は、4リンク化するときは、ここにアクスルトラスっていうパーツがつくんで、それで、ここにピロボールが自然とつくんですけど、まあ、言ってみれば、リーフスプリング仕様のまま、ここにピロボールを取り付けたいよっていう時のパーツって感じなんですけどね、これが。で、一応向きとしては、こんな感じですね。これが、こんな感じ。多分実際にもしやる場合、よく見ればわかると思うんですけど、ここにリーフスプリングがこう通るんで、仮にこれ、こういう向きで使っちゃうと、ここ通り道がなくなっちゃいますよね、リーフスプリングの。ぶつかっちゃって。なので、この平らな方にリーフスプリングが通る向きで、なおかつ、プロペラシャフト。このアクセルに、こう、インプットギアって言って、プロペラシャフトがこう来てますよね。こっちからこうやって。こっち側に弾が向いてるっていう状態でつけてください。なので、この車体の場合は、これ左右があるんで、違うんですね、この左右があるんで、こっちのパーツがここに来ます。で、そこにリーフがくっつくんですけど、これがいらなくなりますよね。もともとついていた。これも形よく見るとわかると思うんですけど、これの代わりになるって感じなんですね。形状的にも。いやー、これちょっとすいません。非常に
お見せしづらいんで、ちょっと取り付けちゃってからお見せします。はい、取り付けできましたが、タイヤも外した方が見やすいですね。今、この状態だとしたら、ここに取り付けたんですけど、こう開きますよ。こう開いて、そのまま、こう、見せやすい向きにするんですけど、この状態。ここにつきましたよね。で、今画面で言うと、上からリーフで、樹脂製の幅の広いリーフ、樹脂製の幅の短いリーフ、で、さっきの変なパーツ。で、その下にアクセルが来ていて、それをまとめてネジで留めてる。っていう状態ですよね。こんな感じ。こんな感じです。で、反対側もやっていきます。あ、で、これですよね。これがもともとこういうパーツがついてるんですけど、これは外す。だから、これとこれを入れ替えるって感じですよね。じゃあ、反対側も同じ作業で入れ替えていきます。はい、ここにこれをくっつける。そこにリーフ3枚をネジで留めていくっていう感じですね。はい、これで下も2箇所つきました。これで取り付けができますね。ちょっとここだけ戻します。はい、じゃあせっかくタイヤ取ってあるんで、このままつけていきます。こういうことですね。はい、一応、動くのには動いてます。あ、で、さっき言ってた、ストロークが抑制されますよっていうのはこういうことですね。これって、これがなかったと考えたときに、足ってこれ、こう伸びますよね、こっちの方にこうやって。で、それが、ショックをつけると、こんな感じで、伸びなくなるんですね。もう、ショックの長さの分しか、足が下にはこう、伸びなくなるので、これがさっきフロントでも言ってた、足がちょっと伸びが抑制されますねっていうのは、これのことです。はい、じゃあ、とりあえず反対側もつけていきます。はい、反対側もつけました。こんな感じですね。これで、やっぱり後ろも当然ですね、スプリングが2個ついてる状態なんで、リーフとコイル2つついてる状態になるので、結構硬いです。ただ、つくかつかないかっていうと、つくっていう感じですよね。はい、じゃあ一応タイヤもつけてみました。ガッチガチですけど。ガッチガチ。で、当然、このままボディも、バンもホロも装着はできます。はい、一応被せるだけ被せてみましたが、こんな感じで、今ホロですけど、これバンもつきます。ただ、硬って感じですね。もう、荷物満載、ボディの方に荷物満載でめちゃくちゃ重いですっていう状態だったら、逆にいいかもしれないですけど、相当硬いです。で、これで一応、まあ、ポン付けというか、さっきやったように、パーツを追加しないと、フロントのアッパー側、上側のピロボールと、リアのアッパーとロア、上と下のピロボールを追加しないと取り付けられないんで、まあ、思い切りポン付けってわけではないんですけど、特殊な加工とかは特になく取り付けることができましたっていうのが分かったと思うんですけど、あとここで気になるのが、特に実写とか詳しい方ですね。もしかしてこれ、リーフスプリングプラス、このショックアブソーバーのコイルスプリング抜いて、リーフにショックアブソーバーのみっていう組み合わせができるんじゃないみたいな。そこが気になる方もいると思いますので、これおそらくできますよね。ちょっと一応やってみますか。これですね。これの、ここ抜いて、バネ外して、で、まあ、このお皿は、バネを押さえるためのものなんで、今回はいらなくなっちゃうんで、ちょっと一回置いときます。バネと、このお皿、これを取り外して、これで、減水力だけ。一応中オイルダンパーになってるんで、もうダンパー効果だけっていう状態になりましたよね。でこれを、また車体に
戻してみます。じゃあこのまま4つともやっちゃいますね。あ、そうそう。ちょっと細かい話ですけど、これもいらなくなりますよね。この車庫帳的なネジ。これもバネがなくなって調整する場所がなくなってるんで、これも本当にこの仕様にするっていう場合は取っちゃってもいいと思います。このダイヤルみたいなやつ。まあ、今回はこのままちょっといっちゃいますけど、でも1本だけ外しときますか。見た目こんな感じになりますよっていうのがわかるんで、これ外しちゃいます。1本だけ。で、取り付けて、はい。見た目はめっちゃリアルになりますね。ちょっとこれ外した方がわかりやすい。もう、実写じゃん。リーフスプリングがあって、ここにショックアブソーバーがついてる。ジムニーじゃん。っていう感じになりますね。ただ、正直動きはやっぱり、ちょっと渋い感じになるんで、見た目っていうか構造的なリアルさを求めるなら、これ全然ありだと思うんですけど、リーフスプリングとアブソーバーで、ここに減衰機能がある。減衰機能っていうのはですね、このボヨヨヨーンってならずに、そのボヨヨヨーンってなるのを早めに抑えるっていうのが、ダンパーの効果なんですけど、実写みたいな、そんな感じの構造にはできますね。で、ちょっと動きも見てみましょうか。これで、このバネ抜いたんで、さすがにやっぱり柔らかくはなりました。ただ、このショックアブソーバーがある分ですね、ちょっとノーマル状態に比べても、ちょっと硬く感じます。そのダンパー効果が効いてるからっていうのもあるんですけどね。はい。フロントも硬く感じます。やっぱり気になるのは足の伸びがちょっとなくなってるっていう。本当はこう置いてあるところから持ち上げた時、ちょっとこう足が伸びて、そこから持ち上がるっていうのはよく他の動画でも言ってますけど、それが理想なんですけど、ちょっと今のままだとパツパツで、リバウンドっていう言い方しますけど、リバウンドゼロみたいな感じになっちゃってます。ストロークもなんか短いなっていう一応今回ですね、つくかつかないかで、まずポン付けしてみるっていうのを試みてみるっていう動画だったんで、やってみたところ、一応つくにはつきましたと。ただ、見た目だけでいけば、全然もう結構リアルな状態になりますし、すごいいいなっていう感じなんですが、じゃあ、走りの性能は、足の動きは、みたいなところで言うと、正直取り付けた後にいろいろ改善の余地はあるのかなという感じがします。足上げも、そうですね。こう、今、ちょっとこのまま上げますけど、全然こっちついてきちゃってますもんね。本当に、5ミリぐらいしか。ちょっと今、ボディが乗ってないので、重みがないっていうところもありますが、それでも、重みがあったとしても、ちょっと足の動きはって言った時に、だいぶ疑問が残る、そういう感じにはなっちゃいます。ただ、これつけてみて、これでなおかつ足の動きもスムーズですよっていうところまで持っていけるような人は、これやってみてもすごい面白いかもしれないですね。ちょっといろいろ改善しなきゃいけないですけど、一応つくにはつきましたということで、参考にしていただければと思います。はい、じゃあ、どうしよう。これで終わりでいいですもんね。今回の動画は、もう、試してみるっていうだけだったんで、試してみましたということで、参考にしていただければと思います。で、また次、このリトル RC タイムの方で何やるかっていうのは、やっぱりこれを進めていきたいなと思ってますので、まだ全然、この前回の動画で仮でここにこれつけただけになっちゃってるんで、こんなこんな状態なんで、はい。足よく動きますね。でも、ジムニーのフォーリンク化すると結構これぐらい動くようになるんで、足。リーフのロマンは失ってしまいますけど、おすすめかもしれないですね。走りを追求したいっていうジムニーの場合はですけど。はい。じゃあ、ちょっとまた次の動画は
次のリトル RC タイムではまたこれいじっていきたいなと思ってますので、よかったらまた見てください。では今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。